値段を裏切るクオリティの追求。安かろう、悪かろうという常識を崩して、どこにも真似できない価格とクオリティを提供したいというこだわりから、ご提供している料理のほとんどは、既製品を使わずに、店舗で一から調理しています。価格の安さの秘密は買う力。仲買人と信頼関係を築きながら、良い素材をいかに安く仕入れるか、弊社だからこそ持ち得たこのノウハウを生かし、時には仕入れた素材によってメニューを変えることもあります。提供スピードもパフォーマンスの一つ。安い、うまいだけでなく、ご提供するスピードにもこだわっています。仕込みは朝から始まり、来店されるお客様の数を予測し、作り置きできる料理は、ある程度まとめて開店前に調理してしまうことも、バンハイヤの速さの秘訣です。出ました。重曹です。重曹出ました。重曹の今これ、東口降りちゃいました。東口降りて、西口、目的の場所は西口なんですけど、東口から降りて西口に抜けてガード車越えて、それで肉の山木さん、しょんべん横丁ですね。すごく綺麗になりましたけど、10年ほど前に火災があって焼失して、それから一新されたんですけども、関東で有名なヴァンパイア、終わった後感動します。ほんま良かったです。初めに言います。最高の店ですね。立ち飲みスタイルの飲み屋さんなんですね。そして関西ではあんまりなかったんですけども、京橋から掘ったんで、あと関西でも最近店舗が増えてるみたいで、要関東の YouTuber さんがね、ヴァンパイア安くていいでっていうのをね聞いとったんですけど、めっちゃこれまた話の途中ですが、この、中ジョッキーっていうのは、昔でいう今でいう大ジョッキみたいな感じですね。最近細いフォルムの、中ジョッキが増えてるんですけども、ここのビールはもうラガーで最高です。こんなでかい、普通の 1.5 倍近くの量あると思いますね。まずはじめにポテサラでね、その居酒屋さんの力量というかね、雰囲気、味、風味っていうのが分かるんですよね。全体的にポテサラがこれなんと150円です。150円と、目の前に砂肝ポン酢、これもね湯がいて、砂肝を湯がいて、それでネギをかけてるだけなんですけど、ポン酢で食べてます。はじめにこの砂肝ポン酢も190円です。190円。ポテサラ150円に砂肝ポン酢が190円。なんとね、それとこの生ビールなんですけども、でかい、大瓶近くあると思いますね。それが490円です。あとここの嬉しいのは海鮮のメニューがめちゃくちゃいいんですよね。ちょうど私の座った席が、カウンター席の出口から向かって一番奥なんですけどね、その奥の部分で、男性の料理人さんが手際もよく魚をさばいてはる、盛り付けてはるっていう風景を見ながらいっぱい行くんですよね。だからキッチンの中のさばいてるパフォーマンスを見ながら
こで飲めるってね最高なんですね。周りの、飲んではる人のお話も聞き持ち、あと職人さんの技、これもねトリミングしてありますよね。で手際も良くて、あと何がいいって、メニューも最高に安くて質も良くて採算もいいっていう、利点はいっぱいあるんですけども、その中で私が感じたのはやっぱり店員さんの切符の良さっていうかね、威勢の良さ、愛想の良さと、黙って仕事しないですよね。だから常にお客さんに声をかけながらかけて、それでやっていくっていうそのスタイルっていうのがねめちゃくちゃいいんですよね。めちゃくちゃいい。もう最高にうまかったです。あれ今は周りの方もねやっぱりこう料理がうまいんで、お酒も進むし会話も進むっていうのが如実にあります。この職人さん見てくださいよ、表面に飾り包丁してそれから切っていくっていうお刺身の技を使ってます。これがさばいてくれはった、タイですね。であと、わさびなんですけども、当然業務用のわさびを使ってあるんですけども、ちょっと目が粗い本格的っぽい、わさび使ってるんで、これもまた美味しかったですね。今ね、鮮魚ね、このタイですね、これがなんと310円です。310円ですよこれ。すごい安い。でこれで一通り、メニューが出ました。イカリング、これがね、これも190円。ほとんどが、当ては100円台ほぼ。あと刺身が310円。あと油淋鶏っていうのを後でこの最後注文したんですけども、それも250円と安かったですね。一番高いのが、お刺身の310円。これひょっとしたら天満も大好きで、よく行ってるんですけども、天満価格よりこの店は、安い可能性がありますね。それとあとお刺身であったり他下ごしらえですね、もう、お店で独自でちゃんとやってるっていう感じですよね。もともと10時頃に行ったんですけども、10時頃にYouTube やってるんですけど、撮影いいですかって言ったら、わかりました。ほなまた開店が10時ですんで店長に確認しとくんで来てくださいって言うてくれはって、ちょっとどうかなと思ったんですけど、開店5分前、10時55分に行って、すぐね一番目に入れてくれはって、それでここでどうぞっていう感じで奥の席を設けてくれはって、動画もすんなり撮れました。で水の雰囲気、この当てがね今めっちゃって言わさせてもらったんですけど、これはねやっぱり店のカラーですね、多分ね。あともともとこの、特徴的な、静かに調理をしてる、さばいてる男の寡黙な職人さんがおられて、その中で、調理補助とあと、接客をしてる、よく声も聞こえてますけどね、この女性っていうのはね、この
店の中で、魅力をめちゃくちゃ発揮してます。よくね接客で愛想が良かったら気持ちいいっていうね、お店もあるんですけども、ここはもう全てが良い上に接客態度と対応、これがもう絶妙なんですよね。ただありがとうお気にっていうだけじゃ全然なくて、お客さんに合わせた会話もこの忙しいめっちゃ忙しい中やったんですよね。で今日も、10時に店の撮影の確認は取ったんですけども、実際、店に入ったのは開店の10時、そして出たんが、11時43分、40分45分ぐらい、この店にいたんですけどもね、あっちゅう間でしたね。あっという間で、あとレシートも皆さんにお見せしますけども、生ビール2杯、ポテサラ、イカリング、砂肝のポン酢、あとタイのお刺身、油淋鶏、こんだけ食べて結局2070円でした。めちゃくちゃ良かった。最近行った中ではいろんな店行ってます。天満であったり重曹であったり、天満重曹が州なんですけども、その中でも、コストパフォーマンスで言うたら、他のお店の追随を許せへんかもしれないですね。これまたもうちょっと、他の店も、調べていきたいと思うんですけど、今体感的には、重曹天満の中の、お店としたらもうダントツまではいかないけど、頭一つ抜けた感じの、パンパイ屋さん、最高な対応とメニューでありましたね。私が仕事が、9時に終わって、こちら来るのが10時頃ですんでね、よく言えば、10時頃に開店してもらってありがたいんですけども、11時、その間の1時間は今回は、ミスドで時間を潰してました。それさえなければこの店もね、第一選択で重曹では、行くような感じにはなりますけどもね、だからどうしても10時っていうのがあるんで、他の店行ってからここに来るっていう形のこれからね、パターンになるかもしれないですね。これ油淋鶏です。うまかったですね。ちょっと味がね、若干濃いっていうのはあったんですけども、これを食べてそれでビール飲む、最高ですね。そのビール中瓶の中瓶じゃない生中の大きさにびっくりしましたね。ほんまに大瓶が、全部入るぐらいの感じのジョッキ、大ジョッキやんけと思ったんでね、とにかく、幸せな店を一つ発見しました。東京から関東から来た、私の大切な店になることは間違いありません。男の料理旅、これからもね、このような、飲み歩き動画、食通動画、あと家での料理動画と、あと家での、魚さばき動画も合わせてやっていきます。あとブログ的なね、ものもやっていきたいなと思ってます。今ちょっと見えましたけど、1個カメラを固定して、でもう1個を使ってメニューとか、品を当てを取って、撮影しております。2台、カメラ体制でやってるんですね。また皆さん、コメント、高評価、チャンネル登録もまたよろしくお願いします。これからも頑張ります。よろしくお願いします。出ました、ヴァンパイアさん。よかった。
めっちゃ良かった。しょんべん横丁にあります。良かったですね。すごく良かった。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ヴァンパイアさん良かったですね。めちゃくちゃ良かったです。よかったね。また来ます。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ほんまにね、このお店が、接客、女性の店員さん、感動しました。ありがとうございます。また来ます。大きにです。以上です。出たー、出ました。またアップします。